こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます。青子です。今回ネタにするバイクは、サンディロホンダの CRF190L だ。名前から察すると、海外モデルですか？おう、中国市場向けのバイクだな。新型動画を作り始めてから、海外モデルを調べることが増えましたが、かっこよくて、リーズナブルで、気になるモデルをたくさん販売してるんだな、ってことを知りました。そうだな。で、社名が CRF ってことで、CRF250 ラリー乗りとしてはちょっと気になってな。というわけで、今回もサクッと調べてみたぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだぜ。1、CRF190L って。2、スペック考察。3、ライバル比較。です。じゃ、はじめ、か。1、CRF190L って。ホンダの中国における二輪製品生産販売合弁会社。サンディロホンダ有限公司以下、サンディロホンダが製造販売する、アドベンチャースタイルのバイクだぜ。ホンダではあまり見かけないデザインですね。見かけない、といえば、サンディロホンダって名前、初めて聞きました。あと、中国にはウーヤンホンダってのもありましたよね。中国にはホンダがいっぱいあるんですね。中国でのホンダ二輪車生産拠点は、今言った二つだ。サンディロホンダと、ウーヤンホンダだな。生産拠点が複数あるのはわかりますが、会社自体が二つあるのは珍しいですね。なぜホンダの名前が付く会社が2つもあるのかだけど、それぞれ独自の成り立ちがあるみたいだ。ちなみにサンディロホンダは、コピーバイクに手を焼いたホンダが、逆転の発想で自陣に取り込んで生まれた会社だ。昔は色々ありましたが、今では堂々とホンダのバイクを生産してるってことですね。だな。じゃ、そんなサンディロホンダのイケてるバイク、CRF190L のスペックを見ていくぜ。2、スペック考察。デザイン。この一つ目で逆スラントのフロントマスク、どこかで見たような気がするんですよね。2018年にミラノショーでデザインスタディとして発表した CB125X のことかな？そうそう、これです。トノサマンみたいなやつです。改めて見ると、全体的な雰囲気はヤマハのテネレ700に似てますね。似てるといえば、こんなのもあったぜ。2015年に東京モーターサイクルショーで発表されたホンダ SFA コンセプトだ。あれ？この2段ライト。これはですね。ま、デザインは水物ってことで。で、話を戻すと。このトノサマバッタ系のデザインは、出るぞと言われてる、トランザルプに通じるものがあるよな。ホンダ的には、くちばしなし系のデザインも推してるって話も聞くから、今後のアドベンチャーモデルのデザインも気になるところだな。で、デザインといえば、ホイールがみんな大好きスポーク仕様なんですが、体型ホイールで銀色リム、タイヤがオンロードってことで、スーパーカブを思い出してしまうんですよね。別にいいじゃないか。フロントマスクのデザインが新鮮だったので、ホイールデザインも、もう一歩欲しかったな。で、ほほう。ブラック系でまとめてみたりとか。国内モデルの CRF 系は、ホイールカラーがブラックだし、ブロックタイヤだから株には見えないからな。カラーといえば、ボディカラーも CRF 系とは若干異なりますね。そうだな。どちらかといえば、クロスオーバー系の配色だな。白、赤、トリコ、黒の4色展開だし、同じタイプでもステッカーデザインが変わってる。珍しいですね。国内の CRF は赤一色しかないのにね。でも、エンジンカバーやプラグコードは赤色じゃないし、マフラーもメッキじゃない。そのあたりは CRF を踏襲してるんですね。エンジン。CRF190L のエンジンは、先日インドで発表された CB200X と同じ 184cc の単気筒エンジンだ。だとすると、出力は同じぐらいですか？いや、CRF190L の方が若干低くなってるぜ。出力を落として、変化するところといえば？燃費ですね。軽量な車体を活かして、より航続距離を稼ぐための設定かもしれん。エンジンのスペックは？ 15.55kW8500rpm、15.75N 6000rpm で、OHC の空冷単気筒エンジンだ。これ、CB200X と同じエンジンということは、多分インド版最新排ガス規制 BS6 対応ですよね。そうだな。ユーロ5準拠って話だから、国内販売はできるってことだ。理屈的には、ですね。このクラスのバイクって、構造を知るのにちょうど良いんだよな。なんで、情報が少ない海外モデルって、色々面倒じゃないですか？効率を追求すれば、確かにそうだけど、バイクを趣味として考えれば、トラブルも遊びのうちで、構造がシンプルなバイクを手に入れて、いじくりながらバイクの仕組みを理解していくには、ちょうどいい素材かな、って思うんだよな。今の時代、そうした遊びをする人が、どれだけいるかはわからないですけどね。国内バイクはどんどん値上げされてくし、こうしたモデルが国内で気軽に買えれば、バイク業界にプラスになると思うんだがな。適度に緩そうですしね。おい。で、ホビーバイクとしても気になる CRF190L だが、その気軽さとサイズ感を確認していくか。フレーム&足回り。
車体サイズは、全長 2100mm、全幅 820mm、全高 1387mm で、車重は 145kg と 150kg だ。シート高は 830mm、最低地上高は 241mm だ。あれ、数値だけ見ると、CB200X より、シート高や、最低地上高が高いですね。CRF だしな。シート高も CRF250L と同じぐらいですか。乗り子を選びそうですね。だな。お財布には優しいですが、足つきはちょっと厳しいかもです。実車を見つけたらぜひまたがってチェックしてくれ。そんな車体を支える足回りはどんな感じですか？フロントは整列サス、リアはリンク式モノサスだ。ふむふむ。フロントはディスクブレーキで2ポット ABS、リアは、あれ、キャリパーが見当たりませんよ。ドラムってことかな？みたいだな。でもなんでドラムなのか、謎仕様だぜ。最後は装備関係ですね。さて、どんな風なのでしょうか？使用装備。全体的には価格相応ってところだな。電子制御系はほとんどないぜ。Bluetooth 接続とかもな。ライト周り。灯火類はフル LED 化されてるな。最近発表されるバイクは、当たり前装備になってきてる。見た目はいつもの形状だし、この価格で専用設計ってことはないだろうな。壊れても国内品で代用できそうですね。でっかいウインカーも、レトロ感があっていいんだけどな。メーター。メーターは反転液晶で、タコメーターとスピードメーターが一体になってるタイプだな。グロムなどで使われてるのと同じ？いや、微妙に違ってて、国内では見ないタイプだな。メーターといえば、スクーター以外でメカニカルなメーターを見かけることはほぼなくなりましたね。デジタルなら、物理的に壊れて針が動かなくなることはないし、デザインも自由にできるし、いいことずくめだしな。ちなみにホンダだと針2眼は CB シリーズぐらいだな。EV 化されても針メーターだったら、ミスマッチ感が出て面白いかもね。フロントスクリーン。可動式で、調整幅は 40mm だ。最近気づいたのですが、大きなスクリーンは雨の日にも大活躍ですね。スクリーンが大きいと雨粒の飛び散りも減るし、びしょ濡れまでの時間も稼げるしな。ナックルガードがついてたら、グローブが濡れるまでの時間をさらに稼げるんだが、CRF190L にはついてないな。エンジンガード、オプション。あって嬉しいガード類、ですね。車両重量を 145kg と 150kg と紹介したけど、この違いはガード類の装備有無だ。ガード類で 5kg ですか？結構ありますね。黒塗装の鉄パイプだからな。鉄パイプの割には、結構お高いですけどね。装備はこんなとこだな。では、ライバル比較といきますか。3、ライバル比較。さて、今回の比較車種はこちら。CB200X、CB190X、WR155R。海外モデルのアンダー 200cc 勢揃いですね。そうだぜ。現時点で CB200X 以外は国内でも見かける車種だ。グーバイクなどで探せば、簡単に見つかるぜ。輸入車は店舗保証になるから、購入時は要チェックだぜ。じゃ、比較していくか。価格。すごいです。この価格を見ると、国内価格って一体何なんだって感じですね。車両価格だけを切り取るとそうなるな。国内価格は、保証やメンテを含めての値段設定だし、メーカーが利益を出すには、あの価格になるんだろうな。値段は品質のバロメーター4。サイズ。どれも似たような感じですね。だな。でも、リーズナブルだから小さいって考えはもう通じないな。大型と並べて止めなければ、大きさは気にならないサイズですしね。個人的には、250cc クラスのサイズ感がベストだな。エンジン出力。多分どのバイクも、出だしは元気だけど、最高速はほどほど、ってのが本音だな。大排気量に乗っている人ほど、その差に愕然とするかもな。その分燃費は良さそうですけど、小排気量に乗るときは、振動や音を楽しみながら走ることにするぜ。さ、今回はこんな感じだな。輸入車は見たことはあるけど、乗ったことがないマリサさん。今回はどれをチョイスしますか？悩ましいところだが、新しいデザイン風潮に期待ってことで、CRF190L だな。この流れで、トランザルプやテネレみたいな殿様バッタ系のデザインが流行ることに期待するぜ。あまりかっこよくないけど。先日、道の駅でテネレとトランザルプを見かけたんだが。おう、実車はどうでした？ 2 台とも一味違った雰囲気で、かっこよかったな。見かけることが少ないバイクなので、ついそばに寄って、車両を観察してしまった。これでライダーに一声かけて、大丈夫、チャンネル登録が1万人を超えるまでは、自ら名乗ることは控えておりますので。というわけで、ここまで見ていただいた皆様、動画がお目目に合いましたら、チャンネル登録お願いします。今回のお話は、以上になります。次は青子のバイクニュースのコーナーだぜ。こんにちは、青子のバイクニュースのコーナーです。皆さん、元いいってレースを見たことありますか？何それ？電動バイクの世界選手権で、MotoGP と併載されてるレースなんですよ。日本人レーサーも参戦しているんですよ。大久保光選手ですね。少し興味が出てきました？頑張れ日本。で、レースはどんな感じなんですか？
個人的感想になりますが、F1 の電動版、フォーミュラ E を最初に見たときは、これ、ラジコンじゃんって感じで、運転技術やマシンはすごいんでしょうけど、なぜか、これすごいぞって思わなかったんですよね。走ってる時に聞こえるキュルキュル音のせいだな。でも元 E では、キンっていう音と、ゴーっていう風切り音がメインで、キュルキュル音は少なく、バイクとモーター音ってのが合ってるのか、意外と違和感がないんですよね。フォーミュラ E ほどのがっかり感が少なく、楽しめるって言いたいんだな。そうです。フォーミュラ E も元 E も、電気で走ってるってことを視覚化して演出できたら、もっと人気が出るかもな。例えば、カナダのバイクみたいに、モーターがオーバーロードしてホイールから放電とか？それ採用です。放電時に空気中の水分が電気分解されて、水蒸気になって飛行機雲が出るとか？それも採用です。でもそれだと、レース中に感電したり、コース書に霧が出たり、色々問題はありそうですが。だな。元も子もなしだな。元 GP だけに。では、今回はこの辺で。それでは、See you!